今日はですね、ボレーをぜひ皆さんに見ていただきたい。ラケットヘッドとグリップと同じ距離を動かしてほしい。バックボレーのところではより多くの回転をかけて打つ。皆さんこんにちは、鈴木孝夫です。やはり僕はですね、ネットプレーが大好きです。ボレーをするにあたって僕がすごくまず大事にしているところは、決してボレーを決めなければいけない、エースを取らないとネットプレーじゃないとは思わないでください。スタテにスタテにラスト2回、ラスト体の中心、目がある、頭があるところは体の中心です。でその部分から右側がフォア、左側がバック、それで分けてしまうと非常に正面が苦しくなる。ですから自分の利き腕をスッと上に上げたら、これより右側はフォアで処理をする。そしてこれより左側に自分のとこに来るボールの時には正面であったり、もちろん肘をうまく上げたりして正面を使う。そしてより左に来ればバックボレーということをやった方がいいと思います。本当正面のボールをもう絶対バックで取る、もしくはこのフォア側にちょっと来たとしても、もうバックボレーでの延長上で返すといったことを常に心がけておく必要はあると思います。ラケットヘッドとですね、グリップとできる限り同じ距離を動かしてほしいです。フォアにしてもバックにしても、ラケットヘッドがこう遊ぶという言い方を僕らはよくするんですが、あまりにもこうラケットヘッドを動かしたがる、もしくは動いてしまうとどうしてもコントロールっていうのが難しくなりますし、タイミングよく当たったとしてもですね、それは1回きりのショットになってしまうので、ラケットワークとしては自分の持っている握っているグリップとラケットヘッドをしっかり同じ距離の分だけ動かせるようにスイングをやってみていただきたいなと思います。プレーしていますと、速いボールを打ちたい、強いボールを打ちたいっていう思いがやっぱり出てくるんですね。でそうなった時にあまりにもボールに対して厚く捉えてしまうと回転量というものがやっぱり落ちてしまいます。ボレーというのはやはり相手のコートと自分のコートの距離感というのもストローク同士よりも明らかに短くなってますから、あまりボールを飛ばしすぎないというのも大事なんですね。ですから思ったよりも厚く捉えてるように見えるかもしれませんけれども、僕の中では、若干のアンダースピンであったりサイドスピン、もしくはフォアのですね、こうちょっと飛びついたところに対してのちょっと順回転のような、少しドライブ回転をかけるようなボレーも取り入れています。ラストですね。やはりバックボレーの方がですね、ボールに対してラケットセットが明らかに高いと思います。でこれが無理に何かラケットを立てているというイメージではなくて、自分が準備段階で少し状態をターンする、横に少し、横までいきませんね、もう斜めですね。斜めのとこに行った時にラケットがしっかり立った状態、地面に対して垂直に近い状態で、そこからうまく振り下ろす。でその振り下ろす途中でボールに当たるといったことをやっています。ですからもしもっとグリップが僕が握っているバッグよりも厚ければ
ボールの高さにラケットをセットするっていうことが必要になると思いますけども、僕はあえて薄く握ってボールに対してフォアボレーよりもより多くの回転をかけて打つということを心がけています。あとですね、やはりバックボレーのところでは多分多くの方が力が入りにくいとかですね、こうどうしてもボールに負けてしまうっていう方が非常に多いと思います。手首のところで僕はこのようなちょっと手首がこう寝るという言い方を僕らはよくするんですけれども、手首がこう寝たような状態でボールに当たりますと、ここで引っ張られますとボールからぐっと力が加わりますと非常にこう手首のところでも力が入りづらくなります。で、手首の形は極力変えたくないので、僕はあえてこの状態ではなくて、寝る状態ではなくて逆ですね。ぐっとこう力が入る状態で、この状態をやったことがない方は多分最初やった時に腕が疲れると思います。ふっとこう力を入れますから。でもこの状態に慣れなければいけないんですね。もちろんそれはコンチネンタルグリップで持ってたとしても、少しはふっとこう自分の方に拳が見えるようにしてほしい。で、これをすることによって打つ方向に行くと、もうすでにラケット面がボールの打ちたい方向に動かしても常にあります。ですからどの場所で少しこう手前で当たっても少し前で当たってもボールに負けるということは非常に少ないと思います。だから構えた段階で外側を向いていると、この力の入りにくい手首の形になって、じゃあ打つ時にこうやる戻すっていうのも非常に難しいですから、構えた段階ですでに手首の形、肘の形をしっかり作っておいて、うまく肘の少しこの曲げ伸ばしを使っても構いません。ただし肘の曲げ伸ばしを使った後に手首まで力をほどいてしまうと、ラケットヘッドがボールの下に入ってボールが浮いてしまうという現象にもなりますので、しっかり手首の形、そして肘のところからきちっと力が入るように持って打つようにしてください。もう何球かいってみたいと思います。お願いします。少し低くても一緒です。高くても一緒、特別変わらない。少し低くても一緒です。高くても一緒、特別変わらない。しっかりとこの形ができることによってボールを変に前で捉えてしまうと、今度は逆にラケット面が上を向いてボールが上に行ってしまいますので、先ほどのフォアボレーと比べてもバックボレーの方がより手前の方で打たなければいけないということも重要ですね。あまりにも前で取ってしまいますと、ラケット面が上向くから、これが嫌でなんか手首の形を変えるということはしないで、手首の形はこのままで、どの場所でボールを当てたらいいかっていうところを自分の中で掴んでみてください。スタテに力の入れ具合、入れる方向としてはですね、自分のところからあまりこう前にスイングするというふうには思ってほしくないです。やはり一番力が入りやすいのは外側から内側だと思います。やはりこう肩が、腕が自分の横からやっぱりこう動くわけですから、ここの場所、例えばこの場所からいくらステップインするといってもあまりにも直線的に前に行ってしまいますと力というのは入りにくいです。
特にバックボレーもそうですね。準備して問題なくここにラケットセットして当てられるんだけども、前だけにスイングしてしまいますとどうしても力というのは抜けやすいです。でそうなった時に少し外側から自分の内側の方向ですね、少し外側から内側にする。そうするとやはりこう小指側の方に、しっかりこう引き込むことができる。もちろんそれによってボールの飛び方というのは若干シュート回転がかかったりですね、少し回転がかかっていいと思います。どうしてもこう当てたところからまっすぐボールも飛ばしたい、まっすぐスイングもしたいってなりますと、相手コートにはまっすぐしか飛ばない。やはりこう自分のところからどこを狙いたいかということは、目標としてありますけども、その場所に何らかの回転をかけて狙う。そしてバウンドした後にうまく変化をさせて相手に次のショットを打ちにくくさせるというのは重要になると思います。引く場所というのはどうしてもこうもちろん手でこう何か動かそうっていうふうにしてしまうと、自分のラケットが後方に行ってしまう。で後方に行った時に距離が出てくる戻ってくる距離が分かってない方結構多いんですね。だからといってこうただ前にセットしてれば、ボレーというものは成立するとは思いません。前にセットしてただこう当てるだけってなってしまいますと、じゃあ当てることができた後にどうするんだっていうこともやっぱよく言われるんですね。ですからこうある程度スイングはしていいと思います。スイングしていく中でボールをコントロールする、そしてスイングしていく中で力加減を覚える、当て方を覚えるというのも大事になりますので、ラケットのところで腕だけで、特にこのラケットヘッドをグッと思いっきり引いてしまいますと、今度出す時にラケットヘッドがすごく遅れて出てきます。そうしますとうまくタイミングが合えばいいですけれども、タイミングが少しでもずれた時にはボールがネットにかかったりアウトしてしまったりということになりますね。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!